いいか、ラーメン屋がラーメンの対価をもらえなかったらどうなる？潰れるよね。じゃあなぜクリエイターだけ作品の対価をもらうと叩かれる？確かに、なんでだろう。それは呪いの物語のせいか。創作心理学チャンネル、俺はガックン。ルーです。今日もよろしくお願いします。やともいるまん。ねえガックン、聞いてよ。私の友達がさ、イラストの有料素材を出したんだけど、ほそしたら SNS で金目当てかよって叩かれてめっちゃ落ち込んでて。そいつは厄介だな。特にクリエイターにとってはヤバいんだ。そうなの？これは心理学で緊張バイアスと呼ばれる現象だ。顕著、ケモン？堅調、儲けを嫌うと書く。人間の脳に組み込まれた思考の癖でな。これ聞いてるお前らにも絶対心当たりがある。私にもあるかな？あるに決まってんだろ。好きなクリエイターが急に商品の宣伝始めた時、なんかもやっとしたことないか？あるかも。だろ。だが安心しろ、ちゃんと対処法がある。今日はその正体と倒し方を徹底的に解説してやる。でもさ、好きなことで稼ぐのは悪いことって思ってるのって日本人だけじゃないの？ほら、江戸時代の商人文化がどうとか。それよくある誤解だ。実はこれアメリカの研究で証明された人類共通の思考の癖なんだよ。アメリカでも？2017年にエラスムス大学のバッタチャージって研究者がな、7つの実験をやった。そこで分かったのが、人間の脳は利益と社会的な善を自動的に対立するものとして捉えてしまうってことだ。対立？どういうこと？例えばある会社が大儲けしてるニュースを見たとする。お前どう思う？なんか裏で悪いことしてそうみたいな。はい、それまさにそれが嫌悪バイアスだ。研究ではフォーチュン500の企業を調べたんだが、利益が大きいと認識された企業ほど社会に害を与えていると評価された。儲かってるだけで悪者扱い。さらに面白い実験がある。全く同じ商品を売ってる2つの組織に、片方には営利企業、もう片方には非営利団体ってラベルを貼った。同じ商品なのに？そしたら営利企業の方がネガティブに評価されたんだ。ラベルだけで？これをゼロサム思考といい、誰かが得をすれば誰かが損をするっていう思い込みが脳にデフォルトで入ってるわけだ。じゃあクリエイターが月収〇〇万円達成とか言ったら、受け手の脳は勝手にこいつファンから搾取してるんじゃないかと推測する。本人は実績アピールのつもりでもな。うわ、伝わり方が全然違う。ここからが本当にヤバい話だ。嫌悪バイアスには3つの脅威がある。1つ目は今話した儲かってるだけで信頼が落ちる現象。2つ目、これがえぐい、パッション搾取だ。パッション搾取？2019年デューク大学のアイロン系たちの研究チームが2400人以上を対象に8つの実験を行った。仕事に情熱を持ってる従業員に対して休日に無償で呼び出す。これが妥当だと周囲が判断した。情熱があるからただ働きしてもいいって思われるの？そうだ。契約外の雑務を押し付けるのも許容範囲とみなされた。しかも給料は上げるべきだとは思われなかった。それはひどすぎない？理由は2つ。好きなことやってるんだから仕事自体が報酬だろって思い込み、もう1つがどうせ自分からやってたんだろっていう合理化だ。私の友達もまさにそれ。好きでやってるんでしょってねぎられたって。2025年現在、これはパッションタックス、つまり情熱税という概念で広く知られるようになった。
クリエイター、アーティスト、ゲーム開発者、情熱的に見える職業の人間ほど正当な報酬を得にくい構造がある。がっくんやとは臭いものを嗅ぐのが好きやと？好きだから報酬いらないってこと？やっと逆だ。好きだからこそ対価をもらう必要がある。じゃないと続けられなくなるからな。ここでクイズだ。来た。2025年の調査でクリエイターの燃え尽き率が 80% に達した層がある。さて、どんなクリエイターでしょう？SNS フォロワーが多い人？ぶっぶー。答えは後ほど。気に3つ目の脅威がこれだ。 SNS のいいねの話をする。いいねや高評価をもらった時、脳では何が起きてると思う？なる。嬉しい気持ちになる。それだけじゃない。 fMRI 研究でいいねをもらった時に活性化する脳の領域が特定されてる。即座角と VTA って難しい用語は抜きにして、これはな、金をもらった時やうまい飯を食った時と同じ領域なんだ。いいねがお金と同じ？脳にとってはな。つまりこうなる。いいねがもらえる作品しか作らなくなる。あ本来やりたかったことから離れていく。そしていいねが減ると報酬を取り上げられた感覚になってモチベーションが崩壊する。それ、私も覚えがある。アンダーマイニング効果と呼ばれる現象だ。前にも話したな。デシって研究者が128もの研究をまとめて分析した結果、外的報酬、つまり金とか評価とかいいねが与えられると、もともとあった作ること自体が楽しいって気持ちが低下することが強固に証明されてる。好きで始めたのに、いいねに振り回されて嫌いになっちゃうってことなんだよね。そういうことだ。いいねは麻薬みたいなもんだな。最初は少しで満足できても、だんだん量が必要になる。やっともうお散歩どんどん行きたくなるわ。それは健康になるから悪くないな。ここでさっきのクイズの答えを教えようか。クリエイターの燃え尽き率が 80% に達したのは活動歴8年以上のベテランだ。ベテラン？長くやってる人の方が燃え尽きるの？2025年の調査ではクリエイター全体でも 60% 以上がバーンアウトを報告してる。そして 58% が投稿のパフォーマンスが自分の価値を左右すると感じてる。いいね数が自分の価値ってことだよね。さて、ここからは対処法だ。まずは他人から向けられる嫌悪バイアスをどうするか。待ってました。テクニック1、儲かってる印象を出さない。研究が示しているのは、利益が見えること自体がネガティブ評価を引き起こすってことだ。じゃあ月収報告とか。自殺行為だな。高額な買い物自慢も同じ。代わりに有効なのが社会的証明だ。儲かってるんじゃなくて、多くの人に支持されてるって印象を見せる。ファンの声、ファンアート、感想ポストをシームレスにシェアするのは良い戦略だ。なるほど。お金いっぱいじゃなくて応援いっぱいを見せるのね。テクニック2、なぜやってるかを伝える。ゲーム制作のノウハウを発信して、一人でも多くの人がゲームを完成させる手助けになればとかな。金が欲しいのは事実でも、それを超えた理念が伝わると賢者バイアスは大幅に緩和される。理念？私の友達だったらみんなの創作を応援したいとかかな。いいじゃねえか。そしてテクニック3、これが意外に大事だ。お金が必要ですは隠すなってこと。テクニック1と矛盾しない？別の話だ。さっきのパッション作詞の研究を思い出せ。好きだからやってます、報酬なんていりませんって姿勢を強調しすぎるとどうなる？いざ有料化した時金取るの？ってなる。そう、日頃から活動を続けるにはお金が必要です。
対価はいただきますって自然に示しておくことが大事だ。ラーメン屋がラーメンを売るのは当たり前みたいに。そういうことだ。ここからは自分自身に向かう嫌悪バイアスの対処法だ。テクニック4、誰かのためにを動機に組み込め。ペンシルベニア大学のアダム・グラントが2008年に出した研究でな、好きだからやるって内発的動機と、誰かの役に立ちたいって無垢社会的動機、この両方を持つ人間が持続性もパフォーマンスも生産性も全部トップだった。両方持つのが最強なんだ。仕組みはシンプルだ。誰かのために作品を作る。感謝やフィードバックが返ってくる。そうすると自分は価値ある活動をしてると実感できて、稼ぐことへの罪悪感が薄れるんだ。お前の活動は世の中にどんな価値を提供しているのか、それを言語化しておけ。それが自分自身の顕著バイアスに対する最大の武器になる。言語化か。私だったらなんだろう。テクニック5、いいねを成功指標にすんな。さっきのアンダーマイニング効果を思い出せ。いいね数、再生数、フォロワー数を成功の基準にすること自体が内発的動機を蝕む行為だ。でもビジネスとしては分析しないと。もちろんだ。完全に無視しろとは言ってない。ただ日々のモチベーションを数字に依存させるなってことだ。分析は週1回だけにして、日常の目標は今日この工程を完成させるみたいな行動ベースにしろ。いいねの数じゃなくて自分がやったことで評価するのね。そうだ。そして最も大事なこと、いいねがゼロでもこの作品には価値があると言える理由を持っておけ。最後に俺から一つ大事な話をする。顕著バイアスの本質はな、呪いの物語なんだよ。呪い。子供の頃から俺たちは、金儲けは汚い、製品は美しいって物語に囲まれて育ってきた。漫画でもドラマでも金持ちは大体悪役だろ。それが脳に刷り込まれてるんだ。確かに金持ちキャラって悪い人多い。この呪いは他人にも向くし、自分自身にも向く。好きなことで稼いでいいのかって罪悪感がじわじわと創作のモチベーションを蝕んでいく。私も有料にするとき少し罪悪感あったかも。だが考えてみろ。お金ってのは人から奪って手に入れるものじゃない。お金はどれだけ人を幸せにしたかを数値化したものだ。うまいラーメンに金を払うのは当たり前だ。面白い漫画に金を払うのも当たり前。じゃあお前が心を込めて作ったイラストに対価をもらうのも当たり前だろ。当たり前だよね。もう一つ言わせてもらうぞは、搾取されて疲弊して燃え尽きて創作をやめてしまったら、将来お前の作品に救われるはずだった人間を不幸にすることになる。お前が稼ぐことはお前が作り続けることだ。作り続けることはまだ見ぬ誰かを救うことだ。だから堂々と稼げ。それは誇らしいことであって、恥じることでも罪悪感を感じることでもない。がっくん、なんかちょっと泣きそうになった。やっともお散歩グッズ売ろうかな。臭い匂いガイドブック。野党の匂いガイド、需要あるかは知らんが、堂々と値段をつけろ。ここでお金について楽しく学べる作品を3つ紹介する。まずドラゴン桜などで有名な三田紀房先生の漫画インベスター Z。 中学生が投資部での活動を通じてお金や経済の本質を学んでいく物語だ。中学生なのに投資？エンタメとして面白いし、作者独特の表現方法はクリエイターとしても参考になるぞ。トリリオンゲーム。正反対の2人が起業して事業を成長させていく物語だ。ここで面白いのが、人を不幸にするお金稼ぎと人を幸せにするお金稼ぎの対比が実に分かりやすく描かれてる。今度見てみよ最後にモーガン・ハウセルのアート・オブ・スペンディング・マネー。
損するお金の使い方と得するお金の使い方をエピソード形式で学べる本だ。毎日少しずつ読むだけで世界の見方が変わるぞ。全部リンク概要欄にあるんだよね。ああ、気になったやつはチェックしとびよ。今日の話めちゃくちゃ刺さった。まとめるぞ。顕著バイアスは人間の脳に組み込まれた思考の癖だ。消すことはできない。一つ、儲かってる印象ではなく支持されている印象を出すこと。二つ、なぜやっているかを言語化すること。牽線を超えた理念が伝われば顕著バイアスは大幅に緩和される。三つ、誰かのためにを動機に組み込むこと。無効社会的動機は内発的動機を強化し、稼ぐことへの罪悪感を軽減する。顕著バイアスは消せないけど、正体を知ってれば対処できるんだね。そうだ。他人からの批判にも自分自身の罪悪感にも冷静に対処できる。あたし、友達にこの動画見せる。そうしてやれ。ちなみにお前の金額に対して相手が高いという権利は当然ある。だがそれは自分の価値を高めるか売る相手を変えるかの問題であって、稼ぐこと自体が悪いわけじゃない。あなたの価値は誰を幸せにできるのかを考えればいいんだよね。そうだ。そうすればお前が示した値段に喜んで財布を開いてくれる人が見つかる。よし、あたしも堂々と稼ぐぞ。やっとも匂いガイドを作るワン。いい心がけだな。では皆さんもどうぞ参考程度に。